はい、始まりました。今回も動画が始まりまして、リクエストの回になるんですが、はい、リクエストめちゃめちゃ来てます。急にいっぱい来たぞ。ないよって言ったら、行列がまた並び出しました。新しくリクエストされたい方はちょっと行列が少なくなってきたというのを見てから。そうですね、まあいいんですけど、結構時間かかるなということをだけはご了承くださいということで、はい、リクエストをやらさせていただきますんで、はい、今日のリクエストの発表になるんですけども、今日は、ルツボのゴライアスケテクという、アラクドスの赤黒の、こいつ友人からいただきまして、こいつ記憶にございませんがこんなやついたのみたいな、多分知ってる人は逆にいるのかなっていうまだ最近のカードですよ。結構最近ですよ。完全なる統一ですよ。さすがに完全なる統一は最近ですよね。最近ですよね。でも多分知ってる人いないと思うんですよね。どこのフォーマットでも使われてないこいつはまず能力説明させていただきまして、はい、こいつは4マナの44で、あなたの終了ステップの開始時に、あなたはこれでないクリーチャー1体を生贄に捧げてもいいと。こいつじゃないクリーチャーを1体生贄に捧げると終了ステップに。で、それよりもマナ総量が少ないマナ総量を持って、伝説でないクリーチャーが、公開されるまでめくっていくと。で、それを戦場に出して残りをレベルの下、ランダム。以上でよろしいですか？はい、わかりましたがわかりません。こいつ、知ってる人もいない上に、能力もパッと見てもあんまわかんないですよね。まあ。で今日は、リクエストの内容がですね、はい、こいつを、ガチで焼くにはどうしたらいいかと。ガチでやってみて挑戦してみてくださいと。なるほど。いうリクエストなんですが、ちょっとこいつはガチでいくのは無理そうなんで、今日の動画は以上になります。なるほど。早かったですねこれは。終わりません。終わらないのか。終わりません。終わらないのか。以上になるとこでした今。なるほど。危なかったです。で、ちょっとなんかとりあえずガチでやると言われましたと。言われました。で一応言われましたが、一応挑戦してみます。はい。ガチでいけるかどうか、こいつはカジュアルのカードなんで、一応ガチでいけるかどうかっていうのを僕たちで検証しました。本当にいけるかもしれないじゃないですか。行く場合はどうしたらいいのかどうかっていうリクエストだと思いますんで。行く場合はあれですよ。はい。もう関係ないカードを入れるしかないですよ。そうなんですけど。一応ちょっと模索してみましたんで、その模索してこんな感じになったっていうのを今日は紹介するという動画になります。はい。でまず僕たちが最初に目をつけたのが騙し討ちというカードになってまして、はい。4マナのエンチャントで、知ってる方いらっしゃると思うんですけど、太古のエンチャントですね。1マナでスニークといって場に出して、速攻で、エンド時サクル、でこれはエンド時サクるわけなんで、その出したクリーチャーをサクることができると。要はでかいクリーチャーを、出してこのケテクの能力の方でサクって、それを違うクリーチャーに変換する、ということができるのでスニークがいいんじゃないかという話になったんですが、まず4マナでこいつ出しまして、4マナでスニーク出しまして、1マナでスニークするという、で2マナでサーチも入れなきゃいけないっていうちょっとそれガチタクじゃそんなの無理でしょみたいな無理ですね。なんで、スニークのプランを、まず諦めました。はい。で、次に考えたのが、知能芸術家のような、サクると1点飛ばすようなカードが、ズーラポートとかあるじゃないですか。それを要は1点飛ばしてダメージでなんとか倒そうということで、例えばソーランの悪魔は C 級なんで、あれとか入ってくると思うんですよ。でそれ系で1点ずつ削ってって、いずれ、察するのは墓所倍
とかをサーチして無限ループして、うん勝てる筋っていうのはあるんじゃないかと思ったんですうが、んまあ墓所倍も一応ゾンビそんな入ってないですし、うんまあ決まらんことはないんですけど、まあ正直ケテク全然関係ないっていうまあケテク関係ないですねまあそのルートもちょっとケテク関係なかったんで検索しました。はい。で、海外ではどういう CDH でこいつはやってるのかっていうのを検索した結果、1個だけ1個だけそのリストがありまして、はい、1人だけやってる方がいらっしゃったんですね、ケテクを。一応そのデッキの説明をするんですけども、まず伝説のクリーチャーが13枚ぐらい入ってまして、はい、この伝説のクリーチャーはだいたいブレイズとかラエリアとか、まあアド系のそうアドの伝説のクリーチャーがいっぱい入ってて、であとラガバンとか、まあアドを稼いでくるのは、コンボを決めるためなんですけども、でこのケテクの能力が、伝説じゃないのを1枚にしておけば、伝説じゃないやつは1枚サーチできるということで、伝説じゃないクリーチャーが1枚入ってます。それがこの口ゆくゴブリンというカードになってまして、はい、要は無限眼鏡ということになります。はい。無限眼鏡をして勝つというプランがこのデッキのプランなんですけど、それ以外のクリーチャー以外のカードは、まあ、サーチであったりドローであったりを入れてって、口ゆくゴブリンと、2枚無限眼鏡するカードがあるんですが、授業初日っていうストレック成分のカードと、スランの夜景っていう、新しい、兄弟戦争のカードが追加されまして、実は無限眼鏡黒単で、いけるということになったみたいなんで、一応この2枚で、無限眼鏡いけますと。で無限眼鏡して、ゴブリンの砲撃であったり狂気の祭壇で無限に要は作りまして、狂気の祭壇だったら無限見る、ゴブリンの砲撃やったら無限ダメージで勝てるというのがこのガチ寄りの構成なんですが、これでいいじゃないかと思われる方もいらっしゃると思うんですが、めちゃくちゃいいじゃんと最初見た時思いましたよね。いやまあケテクの効果使ってるっていう意味では、ね、そう使ってるってこれ使ってるじゃんと、これじゃあそのままいけるのかなと思いましたが、想像してみました。はい。まず無限眼鏡行くっていうのがバレるんですよ、どっかのタイミングで。まず、クリーチャーを出すとこまではいけると思います、正直。ただ作り台かもしくは無限眼鏡のパーツを打った瞬間に咎められて、結局このデッキはほぼ決まらない、10回やっても1回勝てるかどうかもわからないぐらいのガチ策だと構成になってしまいますよね。なってしまいます。何せこれ3枚コンボだから、そうですよね、はい、1枚は要はケテクの効果で確実にほぼ持ってこれるとして、はい、でもそれ後でやらなきゃいけないし、はい、それより先に作り台か、はい、この無限環境用のカード結局出さなきゃいけないんですけど、はい、片方出るのは許可されると思うんですが、はい、もう1枚を出すときに絶対咎められます。そうですよね。だからしかもこれ遅くするわけでもないので、このデッキ構成としてはそれを持ってくるためになんとかしなきゃいけないだけで、相手の妨害もできないですし、まあフル投入で決めに行った結果それが決まるのもちょっと可能性としては薄いですよね。まあ、唯一利点としてはこのケテクっていうのを使ってるってことで、相当舐められるってことは確かだと思いますね。そうね。はい。だからケテクはまあ今後あるだろうけどほっとくかっつってお互いに消耗し合ってたまたま咎めるものが1枚もないだったら通るかもしれないですけど、そうですね。そういうシチュエーションでしかおそらく勝てない。そうですよね。しかもそこで打ち消しがない瞬間を狙わなきゃいけないってことですよね。まあ一応そう考えたら1割ぐらいは勝てる可能性はあるかもしれない、デッキ構成にはなってると、いうことなんですが、ちょっと無理があるなと僕たちが思ったので、別のプランを、考えてきました。はい、でもうその次のプランが最終的にはベストなんじゃないかなと僕たちは思ったんですが、はい、要は、ダメージで勝つ
というのが、最終手段になってきまして、はい、リオさんの得意技。そうですね、僕ダメージの数好きなんでまあ赤黒で勝てる筋っていうのは結局ダメージの筋っていうのは結構あって、これはティームさんに教えていただいたんですけど、一時的なリアニのカードが、ありまして、浅すぎる墓穴っていうようなカードがあるんですね。2マナの、インスタントで、あなたの墓地の一番上のクリーチャーカードを1枚戦場に戻す。で、速攻を得て、次の、エンド時にそれを追放する。ということで、リアにしたクリーチャーを割ればいいという、一時的リアにのカードが何枚か結構、ありました、探すと。で、そういうカードを投入して、まあ、赤のドローで、墓地にでかいのを落として、中ぐらいのやつを、ラリーから釣ってきて、すれば、なんか平均的には、いっぱいクリーチャーが並ぶような盤面になっていくと思うので、まあ、結構強いんじゃないかなという感じなんですが、この浅すぎる墓穴、一応ちょっと問題がありまして、墓地の一番上、これご存知でない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、太古のカードは墓地の位置を参照するんですね。レガシーをやられてる方は分かると思うんですが、墓地にあるクリーチャーカードを順番変えちゃいけないという、そうです。墓地をね、順番変えちゃいけないということを、なるべくね、EDH やられるときに、墓地の順番変えちゃいけないっていうの一応あるんですよっていう、カジュアルなんでまあ許されるかもしれないんですけど、参照しようと思ったら変えてたらまずいってレガシーだと墓地のカードをね、触っちゃいけないっていうのことは知ってると思うんですけど、見やすくするためにね、例えばほらよく呪文の枚数参照するとかそういうのあるじゃないですか。ありますね。はい。クリーチャーの枚数でもそうだけど、分けたりするじゃないですか。そうですね。それと分かんなくなっちゃう。分かんなくなっちゃう。墓地の順番はね、決めとかないと大変なカード使いましたね。はい、まあ、あとその兼ね合いで言うと何でしょう、裂け目の突破みたいなカードも使えるってことですよね。そうですね。はい。はい。手札から一時的に出すやつね。を使ったりだとか、あとは僕のお得意の、ヘイト系の置物、赤のヘイト系の置物、これは結局ダメージで勝つデッキなので、まあ、赤のヘイト系置物を使えると。例えば呪文ショックであったり、そう大陥落であったり、まあ、赤黒になりますといいカードがありまして、苦痛の拡大っていうカード、これエンチャントなんですけど、3点対戦相手がダメージ食らうとディスカードとか、ちょっとまあこれもまあそんなところですかね。あと僕が1個紹介したいのがありまして、ケデレクトの寄生魔っていう1マナのクリーチャーがいるんですけど、なるほど。はい。こいつは黒のクリーチャーでして、赤のパーマネントをコントロールしてると、ドローした人は1点ダメージ食らう、対戦相手で1点ダメージ食らうっていう。対戦相手だけですね。対戦相手だけです。はい。なんで、一応これで無限ドロー止まるんで、こいつ、ケテクでサーチしてって、サーチっていうかめくれてって、こいつがめくれても、全然いい。全然いいっていう。1マナの中ではこいつ強い。こいつ1マナの中では一番強いかもしれないですね、確かに。なんなら2マナのやつサクったらワンチャンこいつが出てくる。なんで、まあ、そういうのを入れてくるのがいいということで、あと、基本的には、その構成だと、5マナのクリーチャーっていうのが、主軸になってくると思うんですけど、5マナのクリーチャーって、素で出せるちょうどいいスタッツを持ってて、まあ、でかいなと思ったら、一時的レアにしてもいいですし、なんで、どちらでも使える構成になるんで、5マナのクリーチャーを多めに入れた方が、その構成だといいと思います。まあ、例えば、まあ、3分の1番っていう、もう省略しますが、相手のライフ3分の1にするやつとか、あと、アゴナスの押し。アゴナスの押し、手札を捨てて3枚引くってカードなんですけど、手札が多分なくなると思いますんで、手札を捨ててドローする系の赤のカードっていうのは、結構入れてもいいんじゃないかなと思います。まあ、そんなところで、まあ、ダメージで勝っていくんですが、問題が一つだけありまして、ダメージで勝つ場合は、まあ一応そのガチ策でも通用はするんですよ。ダメージトーブランが
戦える、ガチタクでも戦えるんですけど、フィニッシャーがないといけないんですよ。ダメージが溜まってったとこでそのいうデッキが警戒されるんで、フィニッシュ手段として一撃でガンっていうのがないと、一応勝てません。で、思ったよりダメージ出た死んだわというシチュエーションが必要です。そうです。で、一応まあそんなにダメージは出ないんですが、海岸線の卑族というカードが、あるんですけど、あれだと点数足りなそう。まあちょっと少ないですが、まあ結構点数を稼いでくれるカードとしては決まることもあるかもしれないんですけど、墓地から再現すると相手の土地の数だけのパワーを持った速攻トランプルで全部殴っていくっていうカードなんですけど、それかもしくは、このデッキで決まるのは僕の大好きな、吹き荒れる潜在能力関係なくなっちゃったっていう、ね、ちょっと関係なくなっちゃうんですよね、やっぱりどうしても吹き荒れる潜在能力は決まりますよね、もちろん。と思いますよ、だって出したら一応シータクほど何もできなくなる上に、そうなんですよ、一応こいつの効果でクリーチャー一応出てくるからね。そうですね、要は1枚コンボではあるが、こいつは関係ないという。あんま関係ないですね。でまあ、あともう1枚だけあるんですけど、僕の赤黒で一番大好きなカードを、紹介させていただいてもよろしいですか。ソーランの大祭というこれまた関係ねえんだよなこれ赤黒でダメージレースするんだったら、1枚コンボ感が否めないんですけど、まあこれ多分やられたことない人はこいつの対処の仕方って分かんないと思うんですよ。やったことがある人ほど経験値があるので、こいつが来た時に戦えるんです。こいつの能力説明しますと、とりあえずライフ半分祭りが始まります。各アップキープに自分のライフが全員ライフ半分になっていくんですね。でライフ半分になってって最終的にはライフがなくなります。なんで一応殴っていくこのケテクの場合はクリーチャーが展開している数が多いので、ライフを削れる手段が多いので、有利な盤面が取れるはずなんで、で一応傷の反射っていうダメージ失ったらその数を失うっていうカードと2枚コンボですそれ無理だよ、重すぎるでまあ一応傷の反射はダメージ削れるカードなんで、入れとく分には全然問題がないカードなんで、だからたまたま2枚取ろうこともあるかもしれないよぐらいの話で、そのぐらいの話ですね。これ同じ単に2枚は出せないからただ今言った最後の構成はガチタクでも正直戦えるはずなんで、まあただケテクの要素はちょっと少ないかもしれないぞということで、ちょっと無理があるなというデッキの紹介にはなってしまうんですが、まあもしケテクでガチタクで戦うんであれば僕はこういう構成にしますよっていう、僕たちはそういうアプローチをしてくださいと。そうですね、そういうアプローチになりますということで、まあなるべくリクエストには答えさせていただきますが、ちょっと無理そうなやつは無理ですよっていうのはありえますんで、まあ今回はまあちゃんとうまくできてはいなかったかもしれないんですけど、一応結果こういう形にはなりますよというデッキの紹介になります。今回の動画は以上になります。今度は本当に終わるんですね。今度は本当に終わります。おしまい。